ちょっとすごいこと聞くかもしれませんけど、カニさん、この猫ちゃんがエイズ白血病だとしたら次どうされるかとかあるんですかね。特にないですね。
そのまま買い続けますよね。なんか捨てるとかそんなわけじゃないってことは当然ですよね。そうなってくるとその病気ってことがもし分かったとしても特に治療方法がないんですよ。でこの病気だよってことない。ただそれを知るってことで、要はまず他の猫ちゃんがいた場合にうつすうつさないがすごく重要になってきますけども、それがいらっしゃらないっていう点になると調べる必要がないかなっていう形になります。で、それともう一つがですね、今この時点でのですねエイズ白血病の検査の正確率っていうのがそんなに高くないんですよ。最低でもですね1ヶ月経ちたいところなんです。最低でもですね。なんでかというと潜伏期間がまずあります。エイズの方が大体1ヶ月ぐらい、白血病が大体1週間ぐらいありますので、どうしてもまずその入ったとしてもその潜伏期間があるっていうことがまず一つの方と、あとですね偽陽性、偽陰性が出てしまうんです。それがいつまで起こるかっていうと生後半年で、つまり半年でが確実だよっていう形ですから、例えば今日やったとして陽性で出てしまったら陽性で出てしまったで偽陽性かもしらんよ、だから数ヶ月後にもう一回見ましょうよ。で陰性だったら陰性だったで偽の陰性かもしれんよってことになってしまって、結局もう一回やりましょうっていう形で、もちろん陰性から陽性になるケースもありましたけどね、やっぱり、確率は低いんですけどね、そのことがもうすごい痛い目あったんですけど、そういうことがあるんで、もう今すぐ調べる必要性が今のところぐらいはなさそうなので、普通に生活しよったら人間に移ることもそれ全くないです。それ大丈夫ですので。例えば人間が軽くなった時にでも半年以上なっとったらですから極端なし半年でして調べたらと話しましたけど、逆に言えば調べる必要があるかというと別にないようなところです。このまま一匹だったらそうです。無理やりその一匹でも調べる必要を無理やり言ったら、確かにもし白血病エイズだったらストレスのない生活をしましょうとぐらい、そんな弱いアドバイスしかできないので、あとはそれぐらいですかね。それぐらいが言える。白血病だったら大体1歳半でアウトになってくるんですよ。1歳半で大体7割ぐらいの子が亡くなります。で5年以内で高確率でほぼ100に近いぐらいで亡くなります。でエイズだとうまいこといけば一生生きますので、発症さえしなければですね。エイズの方がですね、エイズの方がですから穏やかなんですよ。白血病の方が立ち悪いです。そんな形ですね。ちょこちょこあるのが避妊手術と同時に調べるっていうケースも多いです。避妊手術時の血液検査でも一緒に調べてなんていう形もあります。ただ先ほどしたこの子一頭だと今の時点で調べる必要は別にない。